皆さんこんにちは、わたたびです。今回は山奥にあるひなびた温泉地に一泊したいと思います。一度衰退した温泉街ですが、再生事業により現在は回復傾向にあるそうです。場所は山陰地方で最も人口が少ない島根県の江津市。緑深い山里に約1370年前から続く歴史ある温泉地、有福温泉に向かいます。その前に気になる場所がありますので、そちらに寄ってから向かいたいと思います。確か有料駐車場で、そうそう、安いんよね。1日200円。はい、到着しました。はい、到着しました。ここはですね、畳ヶ浦というね、景勝地になるんですかね。国の天然記念物に指定されていて、トンネルを抜けるとおよそ1600年前の地層を見て歩くことができます。そこでは無数の貝の化石やクジラの化石を見ることができ、波の浸食によってできた腰掛け状の岩、ノジュールやマグマの跡など、普段は見ることのできない世界が広がってますって書いてますね。野村波貝の化石がハートの形をしていることから、3つ見つけると幸せになれると言われ、恋のパワースポットとしても人気があるそうですね。そんなね、恋のパワースポットに行ってみたいと思います。ちなみに入り口はもうすぐそこのトンネルなんですけど、先にね、この目の前にある駐車場の料金払います。こちらはね、1日200円みたいです。はい。いや、海がね、めちゃくちゃ綺麗です。はい、こちらが岩見畳ヶ浦ですね。海水浴場がすぐ隣にあるんですけど、そこはね、お客さんたくさんいたんですけど、こちらにはお客さんがいないですね。どういうとこか見てみたいと思います。これがね、随道ですね。自転車、バイクなどの通行を禁止します。車椅子は行けるみたいですね。ということはバリアフリーの観光スポットですかね。はい。涼しい。はい、こんな感じのトンネルが続いてます。このトンネル自体は100メーターぐらいありますね。トンネルの先が真っ暗なんですけど、ライトとかいるんですかね。何も持ってきてないですけど。すごい。うわ、なんかすっごいね、鳥肌が立ちました。何かわかんないですけど、なんか感じるものがあるんでしょうね。めちゃくちゃ鳥肌が立ちました。そしてすごく神秘的な場所です。で、こちら神社ですかね。お地蔵様とか、この正面にも仏像が祀られています。こんな感じですね。たくさんのお地蔵様が並んでます。何の観音菩薩っていうんですかね。コンクリートのブロックで作られた建物です。こちらにはね、お線香とかろうそくが置いてあります。こちらにもね、道があるんですけど、現在立ち入り禁止となってますね。はい。で、こちらにもね、まだトンネルが続きますんで、向かっていきます。なんか歴史とか書いてありますね。洗浄式と設理。
出口が見えました。で、このトンネルの周りは船虫でいっぱいです。もうちょっと気持ち悪いんですけど、今はね、違った意味で鳥肌が立ってます。海です。すごい綺麗。はい、海に出ました。すごいすごい。綺麗。クジラの顎の骨の化石ですね。これがノジュールなんですね。この大きな石を割った中心部には貝の化石があるってことですかね。で、このメガネ橋っていう、橋があるみたいなんですけど、現在通行止めみたいです。これもしかしたら干潮の時に来た方がいいのかもしれないですね。ここ目の前はね、すごく浅いんですけど行けそうにないですね。満潮かどうかもわかんないんですけど、周りを歩けるスペースはありますね。影がないんでね、ちょっと暑いですね。このボコボコしたやつがノジュールですかね。こんな感じでね、ノジュールがたくさんあります。ちょっと割ってみたいですけど怒られそうなんでやめておきます。地面とかね、岩の部分を見てるんですけど、化石のようなものは見当たらないですね。結構歩いてきたんですけど、こんな感じでどこまでもこの海岸が続いてます。泳ぐほどの深さはないんですけど、水遊びするには子供でもね、安心できる場所なのかなと思います。ただサンダルとかマリンシューズがないと足の裏が傷つくかもしれません。結局ね、化石がね、どういうとこにあるのかとかわからないですね。ある程度調べてから来る必要がありました。どういうとこに化石があるんでしょうか。化石を探すのに夢中になってたら、だんだん道がなくなってました。危ない。こんな感じの場所でした。おっさん一人では楽しめるような場所ではないですね。子供とかおればね、きっと海で遊んで楽しい思い出とかね、作れると思います。暑い。ちなみにこのトンネルは1996年7月にできたみたいだそうです。割と最近ですね。戻ってきました。行くまでのこのトンネルを抜ける道中はすごくワクワクして面白かったです。でね、一部神秘的なスポットがあったんで楽しめるんじゃないかなと思います。それではね、田端神社に向かいます。ここから約12キロで24分で到着するみたいです。よし。これね、田端神社。はい。これは車で行っていいのかな。よいしょ。はい、到着しました。到着したんですけどね、
やっぱりこれは早朝撮影したいんで、明日のね朝撮影することにします。お宿の方にはね、早朝抜けていいかちょっとお願いしてみます。それではね、有福温泉の方に、向かいます。ここから車でね約20分ぐらいの場所にあります。よし。あれ、こんな建物なかった。旅館かな。ホテル。お客さんも前より多いね、やっぱり。よし。はい、有福温泉に到着しました。温泉街はこんな感じですね。有福温泉の開湯は650年から655年頃で、僧侶によって発見されたそうで、今から1350年以上前に遡ります。全盛期は1970年代で年間30万人が訪れ、芸妓さんがそぞろ歩くほど人気の観光地だったそうです。その後はですね、旅館火災や豪雨被害の影響で観光客が減少して、旅館や施設の廃業が相次ぎました。最盛期に約20軒あった宿泊施設は2020年には3軒にまで落ち込んで存続の危機にあったそうです。2021年から本格始動した有福温泉再生プロジェクトにより、建物の改装や環境の整備が整って、現在は回復の傾向にあるようです。空き施設を再生させた新事業が次々と立ち上がり、生活文化や教育などクリエイティブに関心のある層を中心に人々の注目を集め始めているそうです。宿の数はですね、Google マップで確認すると現在9軒ありますね。はい、こちらにはお魚屋さんがありますね。その向かいにはお食事処があります。で、こちらはお酒屋さんですかね。ワインがたくさん並んでます。で、こちらも食事処ですね。イタリアンのお店みたいです。あとこの道路を進むと、右側にですね、宿が何軒かあります。はい、それではね散策します。こんな感じですね。多分ね、ここにはね大きな黄色い建物があったんですけど、火事か何かでなくなったんだと思います。昔の写真に比べると景観は変わってます。で、すぐこちらは、旅館ですね。で、その隣はさつき湯っていう公衆浴場になります。こちらもね人気の公衆浴場ですね。朝10時から夜21時までです。一番人気の公衆浴場はこの登った上にありますね。なんか大正レトロな建物です。温泉街の中央にあるこの広いね駐車場、こちらも無料で止めることができます。まずはねこの左側から登ります。はい、こんな感じで階段がたくさんあって複雑なね、街並みですね。これは、温泉でしょうか。すごいヘドロみたいになってますね。よいしょ。こちらはカフェですね。はい、今このね細い階段を上がってきました。で、この目の前にあるのが、公衆浴場です。で、こちらは、公衆トイレですね。ただ
男の方はね、こんな感じで丸見えですね。後ろ姿を晒しながら、尿を出すっていうような、スタイルです。はい、特に人気のね、公衆浴場ですね。こちらは御前湯という公衆浴場です。朝7時から22時までですね。家族湯もあるみたいですね。家族湯は21時までで、定休日が、毎週火曜日です。はい、こんな感じでね、すごく、レトロな建物です。この上は旅館ですね。こちらはホテルですね。はい、この上も旅館です。多分ね、この先はあまり行く人はいないと思います。普通に民家ですね。宿泊施設とかはなさそうですね。まだ奥まで続いてますね。いや、どこまで続くんだこれは。こっから山道になりますね。はい、じゃあここでね、引き返します。地元の方ですかねの、入湯客が非常に多いというような感じです。まあこんな感じでね、かなり小さな温泉地となってます。はい、こちらは手湯ですね。飲むことはできません。はい、せっかくなので。結構暑いですね。ちなみに匂いはないですね。なんとなく温泉の匂いがするかなっていうぐらいです。で、こちらのね、公衆浴場の下はですね、神楽殿ですね。はい、こちらでね、石見神楽が公演しているみたいです。毎週あるみたいですね。10月は少ないみたいですけど、8月23日は有ゆく温泉祭りっていうのが、あるみたいです。で、興味がある方はね、行ってみてはいかがでしょうか。はい。あとの向こうにね、公衆浴場と宿があって、こんな感じですね。はい。こんな感じのね、小さな温泉地となってます。はい、こちらはね、公衆浴場の弥生湯ですね。利用時間が朝7時から夜の9時半までですね。入り口はですね、こちらですね。すぐ手前が女湯で、奥側が男湯になります。こちらがね、温泉街なんですけど、こちらにね、公園があるみたいなんで行ってみます。ここ左ですね。はい、コンピラ山公園っていうんですかね。はい、行ってみます。33箇所観音霊場っていうのもあるみたいです。いや、荒れ果ててますね。どうしようか。いけるのかな。よいしょ。はい。こちらですね。で、特に公園に行くのが目的ではなくて、このね、温泉街を、一望できるんで来ました。ちなみに、これが公園みたいですね。もう、森になってます。よいしょ。なんか見晴らせるポイントがあるっぽいんですけど、もう、わからないですね。とりあえず山を登っていったら見渡せるんでしょうけど、道がわからないですね。そしてもう蜘蛛の巣だらけです。
見て。公園とね、霊場はまだまだ上みたいですね。いや、こんなん行く人いるんでしょうか。暑い。かなり登ります。まだまだ続きますね、上へと。よいしょ。よいしょ。なんかジグザグに登っていってます。よいしょ。なんか祠が出てきました。なんでしょう。これが霊場巡りですかね。見晴らしポイントに到着したんですけど、草木が生い茂ってます。ここが公園じゃないんですね。まだまだこの先のようです。こっちにもね、こう歩道が続いてます。なるほど。こんな感じです。この温泉地がね、一望できますね。ただね、風もなくてね、めちゃくちゃ暑いです。こちらの公園の案内図ですね。1番から33番まである、霊場巡りができるようなのですが、1番から33番までこちらの旅館とか、また個人が建てられた仏像ですかね。下に戻ります。暑い。くっつき虫だらけになりました。あとですね、マダニもいるんで、行かない方がいいと思います。今ね、靴に1匹乗ってました。一応他についてないか確認しときます。はい、昼食はね、こちらのイタリアンでいただきます。アリフクビアンコっていうお店ですね。めっちゃおしゃれやな。すごい前菜が出てきたね。バジルソースやね。美味しい。はい、こちらね、フォカッチャが来ました。中にね、ローズマリーが練り込まれてるみたいです。オリーブオイルでカリッと焼いてるんかな。はい。本日のスープでございます。本日のスープはトウモロコシの冷製ポタージュでございます。はい。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。いいね。冷たいスープありやわ。美味しい。美味しい。ルッコラと生ハムのペペロンチーノですね。いや、今から旅館行くのにこんなニンニク食べて大丈夫なんでしょうか。うまっ。美味しいやん。ルッコラって何？パスタといえばペペロンチーノが一番美味しいかな。一番好き。デザートがですね、抹茶のガトーショコラですね。味はめっちゃ抹茶やな。でも苦くないからすごい食べやすい。飲み物はね、結構種類あって選ぶことができます。はい、食べてきました。店内はね、マダムが優雅に、お昼を楽しんでました。で、料理はね、すごく美味しかったです。料理が何品か出てきて、デザートもコーヒーもついて2100円でした。はい、それではね、今日泊まる旅館の方に向かいます。もうこっからすぐです、本当に。こちらを左に曲がると旅館があります。歩いてでも行けない距離でもないですね。はい。
めさせてもらいます。はい、到着しました。もうね、これちょっと離れたところに止めたんですけど、荷物を持ってってくれました。で、こちらはね、主屋っていう旅館で、泊まるのは2回目になります。すごく良かって、前回泊まった時はね、お部屋が空いてるってことで、無償でお部屋をグレードアップしてくれました。で、前回は朝食しか食べなかったんですけど、すごく美味しかったんで、すごくね、宿の方の対応も良かったんで、2回目の宿泊となります。それではね、早速チェックインします。はい、こちらが受付ですね。で、この突き当たりはですね、お酒がたくさん置いてます。こちらでね、お酒が好きなだけ飲むことができます。これお酒好きにはたまりませんね。で、こちらには、コーヒーが、無料で飲むことができます。紅茶もありますね。はい。結構種類はたくさんあります。フロントの横がですね、こちらお土産ですかね。で、その向かいなんですけど、こちら、自由に食べていいみたいです。お菓子がありますね。あとお味噌汁で、こちらポップコーンまであります。塩キャラメルのポップコーンが作れるんですかね。こちらの IH とフライパンを使って、作るみたいです。で、その隣がですね、アイスキャンディーですね。こんな感じでたくさんあります。これもね、好きなだけ食べることができます。後でね、いただきます。はい。で、受付からこちら扉があるんですけど、この館内を一周することができます。とりあえずね、こっちから回ってみたいと思います。はい。こちらはね、2階に上がる階段があります。こちらにはね、エレベーターがあるんで、エレベーターで2階に上がることもできます。で、その左側、こちらが、お食事どころですね。夕食、朝食は、こちらでいただきます。半個室になってるみたいなので、ゆっくりね、食事をとることができます。はい。ここの旅館、もう表彰状がたくさんあります。それだけ評価されてるってことですね。後ろはね、温泉利用許可証なんですけど、この手前ですね、温泉ホテルの中国エリアランキングとか、あとはね、売れた宿大賞とか、いろんな賞をね、受賞されてます。すごいですね。こちらね、ちょっと好き嫌いあるんで、映さないですけど、カブトムシとかクワガタがね、中にいてます。この宿にね、クワガタとかカブトムシが現れるみたいです。こちらが2階ですね。休憩するスペースがあります。あと雑誌とかね、置いてあります。この先はね、客室になるんで、こっちから行きます。これ2階からね、離れまでつながってます。通路でね、つながってます。今回泊まるお部屋は離れになります。離れは何部屋かあるんですけど、はい。こちらにね、客室が、3軒並んでます。それの、この一番端っこが、今日泊まる離れになります。はい。一応一棟貸しの離れで、2階もあるみたいです。はい。こんなね、お部屋とは思ってませんでした。ちょっとびっくりしてます。はい。今ね、2階からこうやって通路を通ってきたんですけど、
このスロープを降りていくと、1階の受付の方までつながってます。はい、こちらがね、貸し切り風呂ですね。予約とかはなくて、こちらの木札を見て、空室かどうか確認してから入るっていう感じです。で、その隣がですね、大浴場ですね。早速ね、部屋の方見てみたいと思います。はい、こちら、ボタンという、一棟貸しの、宿になります。玄関は、こんな感じの玄関で、すごくね、広い玄関になってます。で、すぐ左手、通路になってますね。まず右手から。はい。こちらは脱衣所になりますね。はい。お風呂後にしましょう。じゃあ、まずすぐ向かいのお部屋ですね。はい。こちらは、くつろげるスペースとなってますね。はい。こんな感じで和モダンなお部屋ですね。で、こちらには、空気清浄機があって、浴衣も用意してくれてます。浴衣と足袋とタオルとすぐ大浴場に行けるように、こんな感じで、準備してくれてます。はい。こちらはクローゼットですかね。はい。こんな感じのクローゼットですね。はい。はい、次はこちらですね。ちなみに、今、お風呂場と、玄関ですね。はい。はい、こちらに、部屋があります。はい。こんな感じですね。ごめんなさい。もう荷物は置いちゃってるんですけど、6畳ですね。6畳のお部屋になってます。かなり大きいテレビと、で、こちらね、空気清浄機ですね。そして、クーラーですね。で、こちら、タブレットがあるんですけど、すごいですね。サッシじゃなくてね、すべてタブレットになってます。で、こちらにはポットと、コップですね。で、この下は冷蔵庫です。はい。特に何も入ってないですね。こちらは、景色の方がですね、はい。もうちょっともう見えちゃったんですけど、露天風呂があります。こちら、後でご紹介します。こちらは何でしょうか。庭があります。はい。こちらは庭ですね。うわー、いいですね。スイカ持ってきたらよかったですね。ここに座ってスイカ食べるなんてもう最高ですね。はい。はい、次は、2階ですね。はい。こちら。こちらはね、はい、こんな感じのトイレですね。で、この階段を上ると、2階になりますね。それでは、行ってみます。はい。洗面台があります。この鏡、伸びます。どういう風な使い方するんですかね。これはちょっと女性にしかわからないかもしれません。はい。で、お部屋がこちらですね。2階が寝室になります。はい。すごい。なんかすごいです。で、こちら、大きなテレビがあります。こんな感じの、はい、スペースとなってます。で、寝室はこんな感じですね。どれぐらいだろう。6畳以上ありそうな感じです。はい。こちらにもね、空気清浄機とクーラーあります。こちらに窓があるんですけど、景色が見れるんでしょうか。なるほど。こんな感じですね。さっき庭を見てた部屋の真上になりますね。目の前はね、庭というよりもう山ですね。山が広がってます。
このね、建物はこんな感じでした。すごく広いですね。2人には贅沢すぎます。お風呂の紹介を忘れてました。はい。こちらが露天風呂ですね。で、こちら、脱衣所、洗面所になります。アメニティはですね、こんな感じで用意してくれてます。ドライヤーがあって、こちら、コットンセット、シャワーキャップ、ボディタオルにヘアブラシと、これカミソリですね。歯ブラシがあって、こういう持っていける袋ですね。はい。で、はい、こちら、お風呂ですね。はい。こんな感じで、内風呂になりますね。シャワーがあります。で、この浴室内は、すごくね、気のいい匂いがします。いや、これはいいですね。この木の匂いがすごく落ち着きます。で、露天風呂はこっちから行くみたいですね。はい、こちらが露天風呂です。はい、ちょっと見てみましょう。この板はね、女性でも簡単に持ち上げれるようにね、すっごく軽い板です。はい、取り外しました。露天風呂はこんな感じです。いやー、いいですね。ちなみに温度ですね。ちょうどいいです。めちゃくちゃちょうどいい。何度かちょっとわかんないですけど、山の中っていうのと露天風呂っていうので、ちょっとね、虫が浮いてたりするんですけど、それは仕方ないですね。それはどこの温泉も一緒ですね。はい。はい。こちらからね、さっきの露天を見ると、はい。こんな感じですね。館内の案内図になりますね。まずね、こちら、玄関から入って、エントランスとロビーがあります。左側に曲がると、お食事処があります。この本館の2階は客室になります。この2階から連絡通路を渡って、こちらの離れに行くことができます。こちら離れがね、1、2、3、4、5、5棟ありますね。で、この部屋は、この古民家のこのボタンというお部屋になります。で、このボタンなんですけど、この旅館で唯一源泉かけ流しの露天風呂があります。なので、源泉かけ流しの露天風呂はこの部屋のみとなります。で、チェックインはね、2時からできたみたいですね。15時からチェックインしました。で、チェックアウトが朝の10時までです。で、夕食の開始時間が5時30分、6時30分、7時となります。で、朝食の開始時間が7時半。で、8時30分の30分おきですね。はい。大浴場と露天風呂は夜の11時30分までですね。翌日は朝6時から朝9時までです。で、家族風呂、貸し切り風呂の方も、一緒の時間帯ですね。ここなんかお酒が多いですよね。さっきのロビーの方もそうでしたけど、お酒がたくさん並んでました。あ、これも全部お酒ですね。いや、これ、お酒が好きな方は、本当にね、たまらないお宿だと思います。はい、こちらは何でしょうか。お月菓子と、お茶ですかね。あれ、全然記憶にないですね。こんなんでしたっけ。ちょっと開けてみます。はい、草餅ですね。こんな感じの。で、中が割れるかな。ちょっとこんなんになっちゃいましたけど、粒あんが入っています。はい。これはもうちょっと一口でいただきます。美味しいです。これといって変わった味とかではなく、本当よくある草餅の味ですね。ただめちゃくちゃお茶が欲しくなります。はい、こちらがね、貸し切り風呂ですね。はい、まずはこちらのね、石というお風呂を見てみます。はい、こちらが脱衣所になります。こんな感じですね。クーラーはついてないんで、ちょっと暑いですね。こちらに、洗面台があります。で、浴槽はこちらです。はい、いいですね。
前回来たんですけど、どんな感じか覚えてなかったんですけど、こんなにもいいとこだったんですね。はい、こんな感じです。はい、次はね、隣を見てみます。はい、こちらですね。こちらはこんな感じで、さっきの家族風呂と反転した感じですね。いいですね。いや、こっちの方が好きです。こちらは、ヒノキですね。ヒノキのお風呂になります。この光が差す感じがまためちゃくちゃいいです。で、外はね、もみじがあるんで、秋とか綺麗かもしれません。こんな感じで景色を眺めながらね、こちらの木のお風呂に浸かることができます。はい、それでは露天風呂の方入りたいと思います。露天風呂付きの客室で唯一源泉かけ流しになります。よいしょ。よいしょ。気持ちいい。外はむちゃくちゃ暑くて汗も止まらないんですけど、ちょうどいい湯加減なんで、ちょっと源泉温度は低いのかもしれませんね。すごくね、ちょうどいい温度です。いや、むちゃくちゃ贅沢ですね。で、もうね、上向いて入ってるんですけど、こちらは森です。本当に非日常的な空間を楽しんでます。日暮らしが鳴き始めました。夏を感じます。はい、こちらのお宿の成分表ですね。泉質の方が、アルカリ性の単純温泉ですね。源泉が34度と少し低いですね。使用位置は42度。これはどういう意味なんでしょうか。温泉の成分とかは興味ある人はこちら、一時停止して見てみてください。せっかくなんでね、貸切風呂の方も入りに行きます。さっきのヒノキの方に入ります。よし。さっきみたいにね、日の光は差してないですけど、ちょっと残念ですね。さっき入ればよかったです。仕方ないですね。よいしょ。最高です。温度はね、部屋と同じぐらいの温度ですね。これ夜入ってもまたね、すごく、雰囲気があるかもしれません。この夏だったらね、4時ぐらいに入るのが光が差してね、すごくいい雰囲気でした。部屋にお風呂がついてなくてもね、空いてればね、好きなタイミングでこの貸し切り風呂が入れるんで、これでも十分ですね。入ってきました。最高でした。よいしょ。アイス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 ゲットしました。はい、やってしまいました。ここについてお月菓子を食べて、でアイス3本も食べてしまいました。おまけに夕食の時間を5時半にしたんですけど、あと10分後夕食です。全然お腹空いてません。はい、じゃあね、夕食に向かいます。ここね。はーい。
前菜です。アボカドとフルーツトマトと、こちらは卵の黄身を凍らしたものになります。レモン風味のオリーブオイルとイクラを添えてお召し上がりください。はい。で、黄色い器のマッシュポテトにはエビとキャビアが添えてあります。で、食前酒は今日は梅酒のソーダ割りになってます。こちら食前酒替えでジンジャーエールになってます。ありがとうございます。こちらスプーンの上にね、イクラが乗ってます。なんとおしゃれなクリームチーズとアボカドとトマトと完璧な組み合わせですね。で、こちらはなんとキャビアですね。いや、なんか不思議とお腹空いてきました。じゃあね、いただきます。まだね、これから夜のね、街並みを撮りに行きたいんで、食前酒の代わりにね、ジンジャーエールにしていただきました。はい、いただきます。イクラからいただきます。美しい。輝いてる。米が欲しい。美味しい。イクラうま。こちら、キャビアですね。ちなみに料理はね、特別何かっていうわけじゃなくて、スタンダードなプランだったと思います。まずエビ。プリプリ。すごく美味しい。キャビアの味を知らん人間やからさ、キャビアだけで食べてみる。そんなに美味しいもんなの、キャビアって。わかんない。クリームチーズが美味しい。自分にはキャビア早かったですね。あんまりよくわかんなかったです。アボカドいただきます。もうね、チーズが強すぎてアボカドの味はしないですね。はい、今前菜をいただいたんですけど、こちらのお椀にお作りに焼き物に揚げ物にといろいろ出てきますね。やっぱりどこの旅館もそうですね。季節物が出てきますね。もう夏ですね。ハモです。梅。このピンク色の乳麺は梅の味がしますね。おしゃれ。ハモいただきます。はい。うまっ。ありがとうございます。ハモうまっ。お作りが来ました。こちら中トロに炙ったイサキ、天然マダイに島味みたいです。こちらの飾り付け氷です。すごい。わさびをですね、こちら津和野産のわさびをすりおろすみたいです。で、お醤油が刺身醤油とこちら白醤油になりますね。透明のお醤油です。結構水分が多いですね、このわさびは。炙り鮭ですね。すごい。渡し切りしてますね。普通のお醤油でいただきます。うわ、うまっ。口入れた瞬間美味しかった。イサキって焼いてもうまいし、煮つけてもうまいんやけど、作りもうまいよね。ほんで癖がないんよ。ほんで意外とそんなに高級魚でもないし、このイサキは油はあまり乗ってないです。でもね、すごく美味しいです。全然違うね。透明なのに醤油の味がするって不思議ですね。鮎の塩焼きが来ました。炭火の匂いですかね。すごくいい香りがします。ここにね、なんていうんですか、キャンプする人とかやったらわかると思うんですけど、燻製にするときに入れるチップっていうんですかね、あれですね。あれを炊いてるっていい匂いがするんですね。よう見たらすっごい大きいよね。美味しいです。こちらね、鮎につける立て酢なんですけど、すごくね、苦いイメージあったんですけど、この立て酢はめちゃくちゃ美味しいです。なんか味がついてありますね。すごく美味しいです。こちら揚げ物来ました。穴子と、レンコンとか椎茸のフライですね。こちらはね、粉チーズと藻塩を合わせたお塩です。で、こちらは大根おろしとマヨネーズを混ぜたものになるそうです。あまりチーズが主張してないんでよくわからないですね。普通のお塩って感じです。穴ごと食べたらチーズの味わかる。この塩チーズの。こちら豆板焼きですね。
すごい油やね。豆板焼きはね、この塩と特製だれで食べます。島根県産のお米とお味噌汁です。赤だしですね。ちなみにさっきの鮎も島根県産です。いい感じです。なんかお肉いけそうですね。やらけー何これ。あ、いらん。いらん塩で食べてもやっぱこの肉の旨味が引き立つね。はい、次この特製だれ。あ、肉の旨味を引き立てるようなタレです。デザートはメロンとスイカですね。もう夏と言ったらスイカですよね。あ、甘っ。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。もうお腹ももういっぱいです。だいぶ暗くなって今何時あと8分で7時なんですけど、夜のね街並みの方見に行きたいと思います。じゃあちょっとね急いで着替えます。これ持ってっていいの？うん、どうぞって。これ普通のやつ。そっち？うん。私、よいしょ。お腹が苦しい。お腹いっぱいで苦しいですけど、はい、行きます。あ、提灯が灯ってます。よいしょ。こんな感じでね、めちゃくちゃ綺麗です。明かりは少ないんですけどね、それなりに風情があります。せっかくお風呂入ったのに、もう汗びしょびしょになりました。旅館に戻って温泉に入ります。真っ暗です。よいしょ。はい、じゃあね、貸切風呂の方入りに行きます。もうすぐそこです。よいしょ。よいしょ。あ、いいですね。あの辺ライトアップしてます。はい、こんな感じで明るいんで安心して入れます。うわー、贅沢。これいちいちね、受付までね行かなくていいのがいいですね。大体の旅館って1回しか入れないんですけど、ここは何回でも入れます。
ただいま。はい。それではね、今日は寝ます。よいしょ。はい。それでは寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今ですね、朝5時です。今ね、有福温泉の朝の写真を撮ってきたんですけど、今からね、田端神社の方に向かいたいと思います。だいぶ明るくなっちゃいました。ちょっと薄暗い感じでね、撮影しようかなと思ったんですけど、まあ仕方ないですね。夏は本当にね、日が昇るのが早いです。鳥居の先はめちゃくちゃ暗いです。よいしょ。はい、到着しました。すごいですね。歴史とこの重厚な建物に圧倒されます。いや、すごくね、威厳のある佇まいです。近づきがたいぐらい、すごくオーラのある、神社です。これは何の音ですかね。あ、ほらほら、聞こえました？あれ何の音ですか？キツツキ？あの辺りから聞こえてきますね。それではね、旅館の方に戻りたいと思います。地元の方とお会いして、ついつい長話になっちゃって遅くなっちゃいました。6時半です。
さっきの神社はね、ヤタガラスが祀られてるみたいですね。サッカーの日本代表がね、優勝したりすると参拝に来られる方が多くいらっしゃるようです。よいしょ。よし。はい。それではね、露天風呂の方に入ります。おお、最高。あ、ここキノコ生えてます。映ってるかな。いや、いい天気です。朝食の方に向かいます。おお、すごい。朝食はこんな感じですね。こちらお味噌汁で、こちらは温泉卵ですね。こちら明太子は料理長が味付けしてるみたいです。島根県の名物赤天です。なんかちょっとピリッとするみたいですね。一度食べたことあるんですけど、どんなんか覚えてません。サラダとでお漬物、そしてこちらヨーグルトですね。こちらのどぐろとカレーですね。のどぐろはですね、こちらに身をほぐしてお茶漬けにするのがおすすめみたいです。いただきます。いや、味噌汁美味しいな。だしがうま。朝から結構おかずの種類が多いね。でもちょうどいいよね、こんな。これをご飯にかけて、これですね。はい。じゃあわさびをのせて。ああ、美味しいね。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。間もなくチェックアウトをするんですけど、こちらのお宿に泊まって改めてね、いいお宿だと思いました。料理も美味しくて、旅館の方の対応も、非常に良くて満足しています。一つだけ気になる点がありました。これは別にね、気にならない人は気にならないし、自分だけなのかもしれないんですけど、もともとここ、全然電波が入りません。で、こちらの Wi-Fi をつなげてもですね、Wi-Fi の電波はね、立ってるんですけど、全然つながりません。皆さんだったら別に一晩ぐらい、ネットが使えなくても問題ないと思うんですけど、動画の編集したりするんで、電波が必要だったんですけど、つなげることができませんでした。はい、それぐらいですかね。で、あと気になる、こちらのお部屋のお値段ですね。まずはね、部屋が3部屋あって、で、内風呂があって、この旅館では唯一源泉かけ流しの露天風呂があって、夕食朝食付きで大人2名で58,905円でした。こちらのお部屋が一番いいお部屋になるんですかね。これだけね、広い建物で、露天風呂も内風呂もついてて、もう目の前には貸し切り風呂があって、もうすぐ隣は大浴場ですね。こんな感じで58,905円なんで、お安い方なんじゃないのかなと思います。お酒が好きな方は特におすすめですね。で、あと食事もですね、半個室みたいになってるんで、周りに気にしなくてね、ゆっくり食事を楽しむことができます。はい、ではね、この部屋とはお別れです。この露天風呂ともお別れです。結局ね、この部屋は使うことはありませんでした。それではね、チェックアウトします。チェックアウトしてきました。それではね、次の目的地に向かいたいと思います。